MC2 でしたっけこれ、はい、MC2 ですよね、はい、これどこがはい、変わってるんでしたっけ？そうですね、まずベースが GRK GS2 エボ GS2 エボですね。であれ基本樹脂シャーシなんで、はい、まずメインシャーシとアッパーデッキがまあカーボンになってて、はい、でナックルがこのレーブナックルレーブディナックル、はい、がつくのに伴って、はい、ナックルのこのピトボールの高さが全然違うんで、はい、こっちの高さ補正とはいはいはいアッカーマン調整のアダプターがつきます。はあ、なるほどなるほど、はい、であとはアッパーアームがもともとレーブ D で売ってた肩持ちの、はいベアリング指示のやあ、つですね。なるほどなるほど、それがついてっていうね、でそれを固定するための、まあ、アルミのダンパーステダンパーステで、まあ、ちょっとついでにちょっとシム調整で角度を変えられるあようあ、なるほどなるほど、にダンパーステの形状も変えてみて、あとまあ後ろかこれちょっと今 A アーム仕様なんですけど、はい、この肩持ちはいマウントはいはいはいとこっちのタイロットの付け根のはいもついてるが、んだよね、はい、前後ダンパーステステーですよね、おー、で、まあ、細かい話をすると、デフが純正よりもはい、3ミリ上に上がってます。ディフが上、はい、でちょっとドラシャの角度とかはいで、まあ、よりちょっと足の動きを出しやすくなるほどなるほど、する感じですね。あとは少しだけはい、デフ前に行ってます。あそれで上から見た時のドラシャも結構まっすぐに近くになって、はい、まあ、それもより動きを出しやすく、元の GRK はすごい蹴り感があって、はいタイヤにすごいかけやすい特性だったのに対して、まあ、この味付けでこう足を沈めた奥で今度食わせやすくするようなイメージで、まあ、沈めた先ではいちゃんと潰しきれるように、はいシャーシ合成はそんなに柔らかくせず、ああ、なるほど、じゃあ結構硬めのシャーシ、まあ触るとそんな硬くないんですけど、はいはいはい無理にその肉抜きとかで柔らかくしようっていうシャーシではなくて、まあ、メインシャーシそのものはそこそこの合成があって、で、まあ、それのピッチングを規制する意味合いで、まあ、アッパーデッキをつけてるんで、なるほどなるほど、ちょっとそれっぽく語ってみました。いや毎回ね、コメントはさすが世界チャンピオンすげえなと思って、ね、聞いてるんですけど、ね、あと何がありましたっけ？これ、こっちの車が、はい、MC1 に今度は販売するワイパーついてます。はい、ちょっと分かりづらい、こうですね、はい、ちょっと切ってもらってもいい？ああ、なるほど、このワイパーだと、はい、その利点みたいなところがまずアッカーマン調整が今までのワイパーだと、はい穴位置の変更だけだったんで結構、はいなんだろう、ざっくりした部分でしか変えられなかった部分が、まあ、ちょっと歯がゆいところで、まあ、それをシム調整でできるようにしたっていうのがまず一つ目で、はい、でスライドラックだと、ちょっと重量が、まあそのね、ちょっとサーボも後ろに行くし、ユニットも軽いんで、その足がまあフロントのまあ軽量化、まあすごい応答性が良くなって、引っかかり感もあってちょっと走らせやすい感じ。なるほど。でどうしてもそうですね、雰囲気的にはスライドラックっぽい動きするんですけど、それでもやっぱちょっと動き違うので、一応このワイパー用にナックルも作りました。ナックルはこちらね。ほい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 。もう決め打ちで余計な穴は全部なくして、上下一個一個ですよね。まあもう全部一箇所しか選べない仕様で、まあキングピアングルとかもまあ多少ついてるんですけど、まあベースは今までうちで売ってたナックルのキングピアングル少ない方の穴位置で、そこからワイパー用にちょっとタイロットの付け位置変えて、まあアッカーをワイパー用に調整しました。なるほど。で、まあいろいろ当たんないようにとかっていうので、まあ
できるだけ無駄な肉を取り急いで曲がってるタイロッドを使わなくて済むようになりました。これで、はい、ストレート一発だよね、なんでホイールハブも薄めにできたりとか、ナックルにトルクがかかりやすいんで、結構これ調子いいですね。これいいね。もう発売でしたよね。はい、もうぼちぼち注文開始になるかと思います。あと、ちょっとこれそうですね、じゃあ MC1 赤出そうかな、赤と紫出そうかなと思ってて、MC1 の部品が赤くなったので、ついでにいろんなものを赤くしてみた仕様なんで、もうただの赤い MC1 って感じなんです。MC1 の部品が赤くなる現段階では。で、多分ここからの反響とかで、僕は色バリエーション増やしたいなと思ってるんですけど、ただやっぱ在庫管理とかいろいろね、3倍ですね、難しい部分があるんで、ぜひお客様の力で、なんとか赤紫を増やしたいなと思って。なるほどなるほど。反響見てってことですね。なるほどなるほど。やっぱ需要があれば、やりたいんで。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。世界チャンピオン5回だったっけ？世界チャンピオンは数えると12回ぐらいあります。そういうこと？タイトルはいろんな大会あるんで、世界タイトルってついてるものは12回ぐらい取ってます。じゃあね、ちょっとね、今度レブリーさんから出る新しい、エアームの方ね、ちょっと見せていただきたいと思うんですけども、もうこれもう製品版と思っていいのかな？そうですね、はい。はい、こちらになりますね。はい。はい、まず何が入ってるのかっていうのをまず説明したいんですけど、まずナックル、ここね、はい、ナックルです、ね、ナックルが入っていて、で MC1 のギアケース用のアッパーマウント、ギアケース用のアッパーマウント、これですね、シルバーのやつ？いや、このアッパーがつく、アッパーマウント、はい、でアッパーアームがつけて、でローアームですね、ローアームね、はい、ローアームがついて、であとサスマウントが一応キットのものになります。キット自体は一応そのようなレパートリーになっているんですけど、一応オプションで、サスマウント2種類一応準備はしてるんですね。オプションで、はい、キットについてるのは一応ナンバー3っていうものがついてまして、横にちょっと見にくいですけど書いてはあるんですけども、それと違って2番っていうものが一応ありまして、一応2種類3番と2番っていうのがあって、なるほど、長さが違うんですね。2番の方が短い。2番の方が短いですね。僕は一応オプションの方の2番を一応使ってて、例えると横もさんのサスマウントの A ぐらいの、じゃあかなり幅狭めだね。そうですね、はい、そのぐらいの値になってると思います。で実際のところ今この状態で、本付けでほとんど等変化が起きないような状態になります。ほとんど等変化が起きない状態なので、H アームと同じような考え方でタイヤの面が逃げないような、形でこの A アームを使えるんですけども、A アームの最大の特徴はコーナーリングでH アームよりも速いタイミングで踏んでいけるっていうのが特徴的なので、ちゃんとストレートとかでもその面を逃がさないので、しっかりとグリップ感が残ったままコーナーワークでもさらにH アームよりも速く曲がれることができると。一応僕のセッティングの方は後に公開する予定です。わかりました。詳細にそのタイルのセッティングっていうのは一応これは一応僕常に使ってるタイルの車なので、一応こんな感じで作っているんですけど、大きく言っちゃうと一番重要なのは、全てのその角度とかをフラットにするっていうのがすごい重要で、この上から見た時のこのアッパーアームまずあります、でトーロップあります、でロアームありますって形で、この3本が全部フラットになっている状態が一番性能が出る形になります。1、2の3ね。はい。でアッパーの、キャンバーの変化とかを調整するアッパーの角度とかはH アーム同様に少し万歳にする形がいいのかなっていうふうに思うんですけども、その等変化の方に関してはこの全てのラインがまっすぐ整うぐらいがいいのかなっていうふうに思います。なかなかかなり技術的な説明でそうですねちょっとやっぱりA アームなんで最初ガチャガチャいじっちゃって分かんないっていう方が
いらっしゃるとは思うので、まあ、今回RCDC の本戦も僕この A アームで出る予定になっているので、まあ、その時にでも話せればいいかなとは思うんですけど、そうですね、はい、一応これが大まかなセットの内容になってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。